ついさっきそのアップルストア、表参道のアップルストアに行ってきて、この iPhone13 とこの iPad mini ですねが今日発売だったみたいなので受け取ってきました。はい。それでですね、今日はこの iPhone13 のを開けてシネマティックモードっていうのをね少しね試したいかなと思います。はい。またみたい。セットアップが完了したのでざっくりではありますけど、カメラのねシネマティックモードをねちょっとね試していきたいかなと思います。はい、これが普通のビデオですね。でビデオをこうシネマティックにするとこういう風になって、奥の iPad mini の箱にピントが合っています。で手前の iPhone13 の箱がボケています。でちょっとずらしてあげるといくかな。今度は手前の、iPhone13 にピントが合いましたね。ちょっと迷ってるけど基本的になんとなくその中央にあるものにピントが合うような感じですかね。今奥に来ましたね。はい、でまた左に行くと手前に戻るって感じですね。で結構いい感じにボケるような気がしますね。ちょっとそのどこをぼかすか、どこにピントを合わせるかっていうのはちょっと悩んでるところはあるんですけど、ボケ自体は結構綺麗ですね。それでですね、被写体をタップするとそこにフォーカスを当てることができるので、例えばここに当てます。 iPhone13 の箱にこうやって当てます。そうすると、2回押すとオートフォーカストラッキングロックがかかるので、これで動けばこうずっとこの iPhone13 の箱にピントがあったまま、撮影することできますね。これ箱ですけど人にすればね、人にずっとピントが合うのでいいと思います。で次にですね、奥の方にタップするとロックかかるので、これでまた撮影できると思います。はい。で多分ねこれ隠れると多分消えちゃうんですよね。なので、隠れちゃいけないですね。はい。これでロックかかるので、前に行っても、離れてもトラッキングしてくれる感じですね。次にこの撮ったシネマティック動画をね編集したいかなと思います。で編集は、普通にカメラロールから写真のアプリからできるんですけど、これでシネマティックからシネマティックのオンオフができますね。はい。であと後からこのピントの位置をフォーカスの位置ですね、どこにフォーカス合わせるのかっていうのを変えられるみたいで、例えば奥の方に当てたかったら奥に当てて、手前が良かったらこうやって手前に当てるとフォーカスを変えることができますね。ここまでいったら、次こっちに移動っていうのができますね。はい。なるほど。前半はiPhone13 の箱で、後半から iPad mini にピントを合わせるみたいな感じですね。でこの下のここの部分でピントをどこに合わせるかを段階的に変換できるっぽいので、この辺に来たらもう一回こっちに変えるみたいな感じすると iPhone13、iPad mini で iPhone13 の箱というような、ピント移動がね、フォーカス移動ができる感じですね。はい。で F があるので F をタップすると今 2.8 ですけど、16まで、絞れる感じですね。で、2まで開放が2なのかな。なのでもっとぼかしたい人は2に設定するといいと思います。はい。なのでフォーカスは適当に、撮っても後から変更できるので、撮る時にちょっとずれたりしても
全然 OK なんじゃないかなって思いました。はい、次にね、どれぐらいこのシネマティックモードで近くに寄れるかっていうのをやってみたいと思います。で、ですね、ここの状態で F を変えれますね。16から2まで。2にすると開放なのでかなりボケると思います。であと露出もある程度変えれますね、ここで。はい。これだとまだ全然これでもボケてる気がしますね。なんか結構寄れますね。前の写真のポートレートとかですとかなりね引かないとボケないんですけど、これは相当近くてもボケるような気がします。どうですかね。ボケてんのかな。ボケてるとかピントが合ってるのかちょっと分かんないですけど、合ってるような気もしますけど、ちょっと F を絞ってみようかな。これでも全然いいんじゃないかな。ボケてますしピント合ってるような気がしますね。はい、っていう感じでね、ざっくりとではあるんですが、シネマティックモードのカメラをちょっとね触ってみました。はい。で、ファーストインプレッションとしては、まずボケが思った以上に綺麗っていうのと、ボケを作る、距離、被写体の距離がかなり近くても撮影できるなって思いましたね。はい。前の12とか iPhone12 とか11とかそういう前のやつのポートレートですと、写真のポートレートモードですと結構ね離れないと写真がポートレートモードにならなかったので、動画もちょっと離れないとボケたりしないのかなと思ったんですが、かなりね近づいてもねそのピントがあって背景がボケるってことができるので、その辺はねすごくいいなと思いました。はい。で、あと何より良かったのが、その撮影の後にピントとか、フォーカスです。フォーカスと、あと F 値とか、あと露出とかもね、その辺も変えれるし、どこにピントを合わせるかっていうのも、動的に前半はこっち側、後半はこっち側とか、自分で好きなように、その時間軸と合わせて編集できるので、その辺はね、すごく便利だと思いました。撮影する時に完璧にそのピント合わせしなくても、後から変更できるので、気軽に、とりあえずシネマティックモードに撮っておいて後で変更するってことができるんじゃないかなと思います。で、シネマティックモードで撮ってもその編集で普通のモードにも変えれるので、とにかくシネマで撮っておけばいいんじゃないかなと思います。もしかしたらその普通のモードで撮ってもシネマに後から変更できるっていうモードもあるのかもしれないですけど、基本的にはシネマで撮っておけば後でどうとでもなるっていう感じですね。はい。それと、今回この部屋の中だったのでできなかったんですけど、望遠側の、3倍光角ズームかなの、シネマティックモードっていうのもあって、でそっちがね話に聞くとすごくいいみたいなので、ここの中だと3倍光角ズームだとなかなかできないので、外に行って、光角3倍ズームなので、iPhone だと確か 77mm ですね。 77mm だとだいたい人間の目っていうのが 50mm 前後って言われてるので、人間の目線に近い、画角で、ボケた映像を撮れるので、よりねシネマティックになるんじゃないかなと個人的には思っているので、それでね少し外で撮っていきたいと思います。で、今回はね、とりあえず、ざっくりとファーストインプレッションなのでこの辺で終わりますけど、次回はその3倍光角ズームで撮れたものも、載せていけたらなと思います。